はい、いつも動画ご覧いただきありがとうございます。アコースティックギタリストの熊谷智久です。今回は、五線譜についての、動画を以前撮ったんですが、それとちょっと関連するお話になってくるんですが、ギター弾きにとってのその五線譜読みの、基礎知識、豆知識というかですね、ちょっと注意点について、一つ話してみたいなと思いまして、動画を撮りたいと思います。こちらになります。ギターはオクターブ上げで寄付されるということなんですが、まずちょっとですね簡単なメロディーを見てみたいと思うんですが、このメロディーが聖者の行進の出だしですね。ドミファソってこう書いてるメロディーですね。このメロディーを見た時にギター弾きとしてはですね、最初のこのドというのは、ギターの楽譜のこのドでいうと5弦の3フレットのですねこの音を弾くと思うんですね。で次のミは4弦の2フレットのこの音で、ファは4弦の3フレットで、その次のソは、3弦の開放弦ですね。こんな感じですね。みたいな形になると思うんですね。で、ただですね、この楽譜がもしそのギター用の楽譜ではなくてですね、横にギターとか書いてなくて、通常の例えばピアノとか別の楽器のために書かれたような通常のトーン記号の楽譜だった場合ですね、今の音をこう弾くとですね、他の楽器弾いている人からすると、ちょっと1オクターブ低く弾いてるなというふうに思われてしまうというですね、というのもですね、この楽譜をですね、もしギター用の楽譜じゃない場合は本当の音の高さとしてはもう1オクターブ高くてですね、このドミファソになるんですね。というのが普段ギター用に書かれた楽譜、例えばタブ譜の上に書いてある、ギター用の五線譜とかですね、あとはもうクラシックギター弾きのために書かれた、楽譜とかそういうのは、通常の音程よりも1オクターブ上げて、表記されていてですね、それに僕たちはこう慣れているので、もうこの楽譜を見るともうつい反射的にこう弾きたくなるんですが、実際にはこのオクターブ上だというところでですね。で、これも理由としては、これはちょっと僕の推測ではあるんですけれども、通常のギターの6弦の開放弦のミからですね、1弦の12フレットのミですね、これがこんな感じの、音の幅になるんですね。でこれギター用なので、オクターブ上げて今書かれているので、なんとかトーン記号の五線譜の、ちょっとはみ出てますけども、ちょうど、トーン記号の、五線譜一つの中で、なんとかこう弾けるようになっているんですけれども、これが、もしオクターブ下の元々のこれとこれのですね、これが元々の楽譜に正しい音符の位置に戻すとこうなってしまいまして、かなり下になっちゃうんですね。でトーン記号の楽譜からも外れて下の変音記号の楽譜に行ってしまってですね、でこうした場合はピアノみたいに2段にしないといけなくてですね、でギターの場合やっぱりこう片手で押さえたりしているので、やっぱり1段がいいんじゃないかということで、もともとはクラシックギターの場合は昔はその2段で書いていた時期もあったらしいんですが、やっぱり今はもうずっと読みにくいということで、1段に落ち着いたらしくてですね、でそれでちょうどこう、収まるようにオクターブ上げて表記されるように、なってるんじゃないかと思うんですが、もし違えば、また教えてもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということでですね、こんな形で、オクターブ上げで表記されているということをですね、一応知っておいてですね、もしこの聖者の行進が、他の楽器の人からですねメロディー譜をポンと渡されて、ピアノの人が例えば私はじゃあ伴奏するんでメロディー弾いてくださいとか言われたら、ギター用の楽譜じゃないので、じゃあこれはちょっと1オクターブ上で弾いた方が自然なのかなということで、ドミはそうですね上で弾くとか、弾きにくかったらもう下で弾いてもいいんですけど、その元々の音程は1オクターブ上が一応この楽譜の出そうとしている正しい音なんだなというふうにですね、一応頭の片隅に置きながら、弾くというふうにするといいんじゃないかなと思いますので、
他の楽器でもですね、多分その上げたり下げたりとか、どうしても楽器の音域上、そういうふうにしないといけないことはたくさんあったりするんじゃないかなと思うので、おそらくギターだけではなくて別の楽器でも適用されるようなルールがあったりはするんじゃないかなと思うんですが、一応そのギター弾くものとしてですね、ちょっと意外とギター用の音符というのはちょっとこう変えられてるよというところだけ、頭に置いておくといいんじゃないかなと思います。ということで、今回は、ギタリストのためのですね、音符の豆知識ということでお話をさせていただきました。最後までご覧いただきありがとうございました。